はいどうも、カッパ園長です。じゃあこの動画ではね、まずじゃあ竹島のお話を見ていきましょうか。これ韓国メディア朝鮮日報の記事なんですけども、まず最初内容を見ていきましょうかね。一言で言うと、韓国の人たちはやっぱり本当のこと知らない。もちろんメディアの人間は分かってて、書いてますけども、知らされていない。っていうのがね、我々日本国民からすれば何が独当だよと、っていうことですよね、忘れられていく独当と平和戦のドラマとかっていうタイトルなんですよね。もともとのソースのこの朝鮮日報の記事はね、忘れられていくってなんだろうな。この10月25日はね、独当の日、勝手に言ってるだけですけども、しかし実質的な独当の実効支配の完成は、ここでなんか興味深いのはね、実質的な独当の実効支配の完成って韓国側が言ってんですよね、これをね。李承晩ですよね。李承晩ラインですよね。これをなんか平和戦って勝手に言ってるんですよね。平和でも何でもないですよね。日本国民何人命奪われたと思ってるんですかね。っていうのはごまかしてるんですよ。だから要は一般の韓国民はどうか知らないですよ。分かってるやつはやっぱり分かっててこういうことを言ってるんですよね。これで日韓友好とか何の冗談ですかって。問題はやっぱりね、この韓国側ですよね。真実を知ってるやつがいる。何をやったか知ってるやつがいる。でもそれを国民には知らせていない。韓国民の中には、本当にこの独党が、あれらが言う独党が、日本の竹島のことを指していて、でそれが韓国固有の領土だって信じきってる輩がいますからね、普通に。だから韓国の状況に対して、我々日本がああでもないこうでもない言ってももう無駄だし意味がないんで、問題はこういう状況にあるんですよってことを日本国民、我々日本社会の方がなんか分かってるのか分かってないのか微妙なやつらが多すぎる。竹島は日本固有の領土じゃないですか。日本政府も定期的に出している、この防衛白書、外交青書でそう歌ってますよね。歌ってるだけなんですけども。なんでそういう状況が続いているのか。そこに興味を持たない人たちが、そうなの、島1個ぐらいだし、どっちかっていうと韓国寄りじゃねみたいな。その程度の理解の人が、日本側に、結構普通にいるのが問題なんですよ。っていうのを踏まえて、今回のこの朝鮮日報の記事を見ていくと、なかなかちょっと考えさせられるというかね、ちょっと見ていきましょうか。広く知られてはいないが、10月25日は独当の日だった。大韓帝国が1900年10月25日に独当をウルルンド付属の島に定めた。およそ20年前から民間レベルでこの日を記念している。しかし、独当の日は10月25日よりも1月18日の方が実質的だと考える。1月18日は大韓民国が独当を実効的に支配できるようにくさびを打った日だ。大韓帝国が独当の主権を宣言しても実質的意味はなかった。すぐ日本に併合されて、韓半島全体が日本領になったので、国際法的に独当も日本に属することになった。やがて日本がアメリカに降伏し、韓国、日本のすべての領土がアメリカの管轄となり、独当もまたこれに含まれた。独当の曲折も始まった。日本の総督だったマッカーサーはマッカーサーラインを宣言した。日本の船舶が出ていくことのできる限界線だった。独当はマッカーサーラインの外にあった。おのずと独当が韓国に属することになる論理的結果を生んだ。連合軍最高司令官、覚書1033号も具体的に日本船舶の独当海域への出入りを禁じた。主権がない日本はこれに抗議する余地がなかった。しかしすぐに2つの深刻な問題が浮上した。6.25 南進で、韓国とアメリカが戦争に忙しくなるや日本の漁船が露骨にマッカーサーラインを無視して独当付近に出現し始めた。
加えて1951年には日本の主権を回復してやるサンフランシスコ条約が最終合意された。独島をめぐり韓日対立の板挟みになっていたアメリカはこの条約から独島を外してしまう。日本の主権が回復されると同時にマッカーサーラインも無効になった。独島領有に対する国際法的保護が一斉に消える危機が迫っていたが、当時の韓国の海洋力はあまりに頼りなかった。世界的な海洋国家日本とは比較にもならなかった。しかし、韓国には外交の鬼神だ、鬼の神ね、とも言える、イ・スンマン大統領がいた。イ大統領は、プサンへ避難中だったにもかかわらず、サンフランシスコ条約が発効する直前の1952年1月18日、一方的に平和戦を宣言した。60海里まで韓国の領海だという発表だった。ウルルンドから独島まで50海里ほどだったので、独島領土に含めるための宣言だった。当時の国際法上、領海の基準は3海里だった。何の法的根拠もない、イスンマンラインに、日本はもちろん国際社会も呆れた。中共軍の介入にあって、共に血を流して戦っていたアメリカまで反対した。世間は誰もが非難したが、イ大統領は平和線を越える日本の船に容赦なく銃撃を加え拿捕した。ここは表記してるんだね。平和戦宣言から1年後には、独島義勇守備隊が独島守りを始めた。イ大統領の立場からすると、陸では中共軍と戦い、海では日本と戦っているような格好だったと。よく言うよな。1965年の韓日漁業協定で平和船がなくなるまでの間に、300隻を超える日本船が拿捕された。4000人近い、日本人、ここちょっと覚えておいてくださいね。4000人近い日本人が韓国の刑務所に拘禁され、およそ40人は死に至った。なんか閉じ込めておいたら勝手に死んだみたいに書かれてますけど、全然違いますからね。日本は独島は自分たちの領土だと主張はしたが、実質的措置は何もできなかった。独島に対する韓国の実効的支配はまさにこの平和戦で始まったと思う。今の若い層は平和戦をほとんど知らないが、何の力もなかった国が力による外交で領土を守ったドラマのような事例だ。6.25 戦争と平和戦宣言、韓米同盟締結まで実にイ・スンマンの疾風怒涛の時期だった。これまだ続くんですよね。李承晩の外交的先見は知れば知るほど簡単させられる。中共軍介入後、国連軍では日本軍の投入を検討し始めた。すると李承晩は日本軍が来たらまず日本軍を退け、その次に中共軍と戦うだろうと宣言。存亡の危機に陥った国は外部の支援は何であれ受けようとする。だがあの時もし日本軍が来ていたら、後々まで問題になっただろう。1953年には台湾軍投入も議論された。台湾は同じ反共国家だったが、李承晩はこれさえも拒否した。我々は長い間中国に抑え込まれて発展できなかったのに、再び中国人の助けを受けることはできないと言った。戦争が終わり、1954年に李承晩はアメリカでアイゼンハワー大統領と最悪の韓米首脳会談を行っている。アイゼンハワーが韓日関係の正常化を要求すると、李承晩は断固拒絶した。怒ったアイゼンハワーは部屋を出て行ってしまった。戻ってきたアイゼンハワーが別の問題を話し合おうとすると、今度は李承晩が戦略を理由に退場してしまった。彼は日本だけは容認できなかった。李承晩はこの時の米国議会演説で、共産国家である中国はいつか自由世界を大いに脅かすことになるだろうと予言した。1954年当時、中国は非常に遅れた国で、この予言は注目を集めなかった。しかし、李承晩が日本の真珠湾攻撃を予言したように、69年前の李承晩の中国脅威論も、今日は現実になっている。現在、韓国と日本は自由民主の価値を共有し、中国、北朝鮮の脅威に共に対処せねばならない関係だと。在日同胞の高校野球チーム奉還まで拒んでいた李承晩式の反日はもはや国益ではない。だが韓国国内の一部で李承晩を親日と罵倒しているのを見ると呆れ返るほかでもない。一時は政権を保持していたムン・ジェイン側の人々のことだ。彼らは2019年には臨時政府樹立100年に合わせて
独立運動家10人を選定しておきながら、臨時政府の初代大統領である李承晩は排除した。彼らがいかに無知で深刻な偏見に陥っているか、これ以上によく示してくれるものはない。最後の方は韓国国内のね、ああでもないこうでもない今のこの与党と、野党の話なんでどうでもないんですけどもね、これがね、ソースのこの朝鮮日報のこの記事だったんですけども、ご覧になったらあなたはね、実際本当はどうだったのかっていうのは知ってると思うんでね、その辺はなんか一個ずつ細かくここで訂正していく作業はあえて省きますけども、例えば画像でもね、この証拠が残ってるわけですよね。島根県ね、この竹島と書かれた柱に、ね、後から韓国がこの国旗をくくりつけたりとかね、日本の領土だと指し示しているものは、抜き取って消し去ってるわけですよね。で、韓国領土のものだと主張する石碑を後から置いてってるわけですよ。独島っていうのはこうして誕生したわけですよね。これ日本国民、日本社会のこの日本国民もこういうこと知らない人がね、多分かなり多いと思うんですよね。でね、しかも問題、これ僕いつも言ってますけど、これだけのことをね、されて、ね、この朝鮮日報の今日のこのソース記事にも書いてありましたけど、何にもしてないんですよ、日本側は。平和戦ってなんだよって話ですよ。韓国側はね、この忘れているとかってもうしらばっくれてしれーっとこの初っ端からもうほざいてましたけど、隠してたんだろ。で、ちなみにこの韓国ウルルンドにあるこのね、独島博物館っていうのがあるんですけども、これはこのサムスンがこの建物をね、この寄贈してるんですよね。これ日本社会であんまり知られてないと思うんですけども。で、そこでこの日本語を含むこのね、英語とかスペイン語とか各国語でね、竹島は韓国領土だっていう宣伝をね、毎日行ってるんですよ。ね、よくこれで日韓友好とか、ね、韓国側がね、金目当てにね、ゆすってたがるつもりでそれを仕掛けてくるのはね、反日の中のこの陽日を繰り出してくるっていうのはわかるんですけども、わかるって別に認められるって意味じゃないですよ。韓国はほら、そういう国だし、そういうやり方をずっと続けてきたし、これからも変わらないんでね、問題は日本側がね、それをまんまと受け入れていることですよ。でちなみにこのさっき後付けで置いてった石碑、何個目だったかな。本来はこれサムスンのロゴが入ってるんですよ。で、これメディアはね、そこを映さないようにしてごまかしてるんですよね。で、あとよく覚えておいてくださいって言ったこの朝鮮日報のこのソース記事の部分ですけど、死に至ったじゃないですからね。この普通にね、軍人が民間人の領主をね、撃ち殺してってるんですからね。ね、まるでこの独房に、ね、この無所にぶち込んでたら、ね、この飯が口に合わなかったのか衰弱死したみたいな、そんな言い草ですけども、違いますからね、非武装の民間人領主に向かって、ね、軍用ライフルで撃ち殺しただけですから。で、これ知ってると思いますけど、自衛隊ができる前なんでね、日本は。もうまさに卑怯を絵に描いたような、ね、そういう連中のそういう事件ですよ。憲法、ね、9条もあって、ね、反撃できなかった。ね、で、これ自衛隊ができる前の話。だから、自分で、ね、自分の身の安全を守ることが、ね、今よりもさらにできない状況だったってことですよね。で、そこで起きたこの事件なんですよ。だから自衛力がない、ね、防衛力がない、自衛できないっていうことがどういうことなのかっていう前例ですよね。これを日本国民は、ね、それこそこの朝鮮日報の記事の最初のタイトルじゃないけど、日本国民こそこんなことがあったことを忘れてる場合じゃないんですよ。ただ日本の場合はね、日本の反日クソマスゴミがあえて、ね、わざと報道しない自由を行使して、代わりにこの韓流だ、K-POP だっつってこの洗脳しているだけなんで、早く気がつかないとダメなんですよ。それこそ日本国民が思い出さないといけないんですよ。忘れてる人は。だって日本のマスコミはこれ今更ね、もう昔も今もこれからも絶対これについて言及はしないですからね。で代わりに韓流ドラマだ、韓国グルメだ、韓国コスメだ、K-POP だって、プッププップ言ってるバカしかいないんで、日本の反日クソマスコミはね。何が大ブームだよと。
いい加減にしろよと。でね、たださらにもう一個興味深いのは、なんであえてこの朝鮮日報でしょ。ね、一応この韓国国内のメジャーなこのメディアの一つじゃないですか。そんなところがね、こういう、僕とかあなたはそういう受け取り方しない。ね、ただこのスタート、前半部分、3分の1、4分の1ぐらいは、あれもしかしてなんか歴史、事実の積み重ねとして、事実をありのままに受け止めるつもりなのかな、どうしたって。ちょっとだけね、勘違いしそうになったところがあったと思うんですけども。でも最後まで読むとね、なんだ、急にどうしたのかと思ったら、いつものこのコリアのホロコーストっていう、ただそれだけだったんでね、違う意味で安心は安心だったんですけども、なんでこういうことやってくるかっていうと、韓国は、こんな記事飛ばしただけでも、今のこのユン政権ですよね、対日感情、この韓国国民のこの対日感情を改善するために、韓国がやってきた歴史改ざんを暴露してる格好ですよね。例えばユン政権とムン政権を比べてって言えばなんとなくわかると思うんですけども、ただ長年、戦後からずっと70年以上にわたって続いてきた、この韓国側からの、韓国社会の我々から見たら非常識ですよね。これを覆すのはもう不可能なんですよ。だから僕いつも言ってるじゃないですか。反日国家の反日、民族には変わりはないと。反日国家の反日野郎どもにもう変わらないんですよ。変わりようがないんで。いろいろやってきているんですけども、だからこんなのも日本に対して、韓国側から、努力してるんですよ、アピールの一つなのかもしれないですけども、無駄なんですよね。ただ残念ながら日本政府は、こういうのも、日本政府や日本企業なんかはですよね、だから官も民も、日本側が、まんまと受け入れちゃってるんですよ。韓国の思うがままに受け取ってるんですよね。そこが問題なんですよ。だって例えばですよ、この今ユン政権じゃないですか。この後何政権か知らないですけども、鳩山政権かもしれないし、ユン・ミヒャンさんのユン政権かもしれないし、それはわかんないですけども、今の政権が倒れて次の別の政権、また反日政権、ムン政権みたいなのになったら、また元の木阿弥になってしまって、でまたこの韓国社会のスタンダードがまた元に戻るわけですよ。だから何にも意味ないんですよ。だから大統領が誰から誰に変わったから関係改善有効だなんていうのがありえないっていうのがそこなんですよ。韓国側が日本に対してやったこと、やってきてること、言ってることは何も言ったことは変わらないんですよ。言ってるセリフが変わってるだけで、大統領の。じゃあ不気味な邪神像1個ぐらい片付いたんですか？何も片付いてないですよね。しかも実効支配とか。不法選挙だろ。竹島不法選挙しっぱなしじゃないですか。そこを言ってるんですよね。だから韓国側にこれを説明して、この心を入れ替えるじゃないけどさ、そんなものを期待したって、あるわけがないんで。日本側ですよ、日本側、いつも言ってるように。これをずーっと、言うだけで全然現状変わってないじゃん。韓国側がやってることは何も変わらないのに、日本側だけ態度軟化させて、やっぱ隣国同士だし、日韓友好ですよね、へへへみたいな。だいぶおかしいんですよ、やっぱり日本側だけ。ここは早くここっていうかもうここもですけど、日本社会が正しくこの竹島が日本固有の領土なんだ。認識をそこからまず改めないことには何にも始まらないですよね。さて、じゃあ続き後半サロンの方ではで、こういうことと合わせて、韓国で日本人は韓国人が好き、だが韓国人は日本人が嫌いっていう調査結果が話題にとかこういうわけのわからんこの在日のあれらがこの援護射撃のつもりか知んないけど、この撃ってくるんですよ。まだまだ日本社会が騙され続けてるよね。騙され続けてるというか、緩いというか、まんまとこの反日クソマスゴミを垂れ流す、ガセネタに、
うん。なんかこの信じてる割合がまだまだ高すぎるよね。うん。ということで、今回は以上です。